生成 AI で 3D モデリングができるって知っていましたか？これまで難しかったモデリングがトリポなら写真やイラスト1枚から簡単に立体化できる時代になってます。3D プリンターを持っているけれど自作データが作れない方にとって大きなチャンスです。こんにちは、東京九段工作ラボにようこそ。3D プリンターはあるけど設計ができない、モデリングソフトを探しているけど難しそう、そんな悩みを抱えている初心者の方多いのではないでしょうか。でも今は AI がモデリングをサポートしてくれる時代です。今日はそんな新しい AI サービスの一つ、トリポをご紹介します。トリポは世界中の新しいサービスが集まるプロダクトハントでデイリーランキング1位を獲得した今最も注目されている 3D 生成 AI ツールです。写真やイラストからまるで AI と会話するように 3D モデルを作ることができるので、難しい設定や専門知識がなくてもすぐに始められます。それでは実際に使ってみましょう。ではトリポスタジオを立ち上げていきましょう。概要欄のところに URL がありますので、これをブラウザーで立ち上げてください。そしてアカウント登録をしてトリポスタジオに入っていきましょう。トリポスタジオに入ったら、今回は不思議の国のアリスから白いウサギを作ってみましょう。最初に画像、テキストから 3D の機能を使いながら知っておくと便利なコツを交えてご説明します。この流れを見ていただければ操作のイメージがつかめて、これなら自分もできそうだなと思ってもらえるはずです。まずはじめに画像から 3D モデルを作っていきましょう。でトリポのメニューを見ると、まず一番上に画像、テキストから 3D があります。でトリポは 3D モデルを最速で生成できるっていうツールとしても高く評価されています。ではまずアリスに出てくるウサギを作ってみましょう。ウサギの画像も用意しなきゃいけないし、写真とかもないよねっていう時は安心してください。トリポの中には GPT-4o や今話題のナノバナナが入っています。なので先にナノバナナで画像を作っちゃえばいいんですよ。でこの時に不思議の国のアリスのうさぎを作ってでももちろんいいんですけれども、できるだけ詳細を入れてあげると自分のイメージに近いうさぎを作ってくれます。で私が作ったプロンプトを紹介しますね。不思議の国のアリスに出てくるようなウサギ、アニメ風でキュートな雰囲気、大きな瞳と可愛らしい表情、正面を向いているとしました。じゃあこれで生成していきますね。ナノバナナがどういうのを作ってくれるかなっていうと、かわいい、できてきましたね。これでもいいんですけど、このちょっとね、時計を持ってたり、メガネをかけてたりするじゃないですか。これ、このまま本当使いたいんですけれども、3D プリントすることを考えると、いやー、サポートいっぱい出ちゃうな、この細いメガネって難しくないって思って、もう一度これに修正をかけたいと思います。でこれいいところは一回作った後に修正を何回も命令できるんですね。でこれにチェーンとメガネと時計など小物を持たせないでくださいと入れて、もう一回生成し直します。なるべくシンプルに作った方が 3D モデリングっていうか、3D プリントする時に失敗しないっていうのはあります。できました。今度は結構可愛くないですか？これでいきましょう。それでこちらで OK ってなったら、そのまま生成ボタンを押していきます。3D プリントでは物理的な連続性がとても大事です。AI で生成したモデルは画面上では綺麗に見えていても、実際にはパーツ同士がつながってない場合があります。
現実の物体は必ずどこかでつながってないと存在できませんし、もし連続性が途切れているとプリンターはその部分印刷できないですよね。それで形が崩れてしまいます。なのでまずはシンプルで一体化した形状から挑戦することが成功への近道です。できましたね。すごいすごいすごい。今回オプションでワンクリックを選んで 3D モデル生成をしたので、テクスチャーも同時に生成されています。再現率がすごいですよね。で、下のメニューでワイヤーフレームモードとソリッドモードっていうのを選択することで、ワイヤーフレームの場合はどんな感じでメッシュが入っているかっていうのを確認できます。で、ソリッドモードにするとテクスチャーが取れた状態でどんな形状になっているかっていうのをしっかり確認できます。さて、ここまで確認したら 3D プリンターに送っていくためにデータをエクスポートしていきましょう。エクスポートの形式はいくつか選べますが、3D プリントしたいので STL にしてファイル名を適当に変更してエクスポートしていきましょう。ダウンロードした STL ファイルをバンブースタジオに取り込みます。取り込みが完了したらサイズが小さいので拡大をしていきましょう。拡大は自分のお好みのサイズまで拡大してください。そしてこの形状、サポートが絶対必要なのでサポートをつけるようにしてください。サポートをつけたら最初は特に設定を変更せずそのままスライスでも良いかと思います。金色のフィラメントで印刷するとうさぎの誕生です。さて、絵が描けなくても言葉と会話みたいな操作だけで理想の 3D モデルを作れるのがトリポのすごいところです。じゃあ次は同じ方法でアリスを作っていきましょう。ここにワンクリックと構築微調整という2つのメニューがあるんですが、基本はワンクリックで OK です。というのもワンクリックだとモデルの形とテクスチャー、色や質感を一度に作ってくれるので初心者でもすぐに完成形が見られるんです。だからまずはワンクリックで体験するのが一番スムーズなんですよ。あとトリポにはプライバシー設定があります。作ったモデルを自分だけにしておけば他の人に勝手に見られることはありません。あくまで自分専用のデータとして安全に使えるわけです。これなら安心して作品作りに集中できますよね。では次は画像テキストから 3D の画面を開いてアリスを作っていきましょう。今回は不思議の国のアリス、正面を向いている二頭身で可愛いシンプルなキャラクターを作ります。ポーズは A ポーズにします。A ポーズっていうのはキャラクターがまっすぐ立って腕を少し斜め下に広げているポーズのことです。T ポーズは両腕を真横に広げる形です。後からリギングのアニメーションを使いたいときは T ポーズにしておくといいです。で、便利なことに T ポーズボタンっていうのがちゃんと用意されているんですね。そして背景は透明に設定しておきます。これは 3D モデルを正確に切り出すために背景の情報を消しておいた方がいいからです。背景があると余計な部分までモデル化されてしまうことがあるんですね。では画像を生成してみます。ただ最初から思い通りにいくとは限りません。うさぎの時と同じようにこれはちょっと違うなという部分が出てきます。今回はスカートの裾のフリルをなくして靴下は縞模様ではなく白にしてくださいと修正をお願いしてみます。このように会話みたいに操作を繰り返すだけで理想に近いアリスを少しずつ作り上げられるのがトリポの大きな魅力です。納得がいったらそのまま 3D モデルを生成します。
できました。かわいい二頭身のアリスです。これを実際に 3D プリントしてみましょう。今回はちょっと変わったグラデーション入りのフィラメントで印刷してみました。マットな質感でとても可愛らしい仕上がりになります。単色でもフィラメントを変えるだけで雰囲気の違うアリスが作れます。このように画像を会話しながら作って編集し、そのまま 3D モデルにしてプリントできる。操作はシンプルなのに完成するとすごいって思えるのがトリポの面白さですね。最後にちょっと 3D プリントとは関係ないんですが、トリポには楽しい機能がまだあります。それがリギングという機能です。リギングというのは 3D モデルに骨組みを入れる作業のことです。これをするとキャラクターを動かせるようになります。例えば歩く、走る、倒れるなどいろんな動きをさせることができるんです。この時におすすめなのが T ポーズです。T ポーズっていうのは先ほども説明したようにキャラクターがまっすぐ立って両腕を横に広げた姿勢のことです。この形で作ったモデルはリギングを適用すると動かしやすくなります。リギングを適用したデータは Unity や Unreal Engine といったゲーム制作ソフトにそのまま持っていきます。つまりトリポで作ったキャラクターを実際にゲームやアニメーションの中で動かすことができるんです。3D プリントで形にするだけじゃなくて、デジタルの世界でキャラクターを走らせたり演技させたりできる。これも面白いですね。ここまで初心者でもできるトリポスタジオの使い方、実際に作ってみて印刷してみたところ、大事なのは難しく考えず、まずは触ってみることです。そしてもしトリポ面白そうだな、自分もやってみたいなと思った方は概要欄のリンクから登録してみてください。私の招待リンクから登録すると500クレジットの特典がもらえます。つまり通常よりも多くの 3D モデルを試せます。それからもしプロプランに登録してみたい方はチェックアウトの時に割引コード東京メーカーズを入れると初月の料金が割引になります。継続して使いたいなっていう方はプロプランもチェックしていただくといいと思います。今日の内容が役に立った、面白かったと思っていただけたら、このチャンネルでは他にも生成 AI 3D モデリング、3D プリントの活用術をどんどん紹介していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは今日の動画はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。編集後期です。最近 A1 ミニの最初の一歩完全解説や A1 コンボの日本一わかりやすい徹底解説動画をきっかけに、この動画を見て 3D プリンター買いましたっていうコメントやメッセージをたくさんいただいています。本当にありがとうございます。一緒に 3D プリンターでものづくりを楽しむ仲間がどんどん増えていて、もうそれが何より嬉しいです。このチャンネルはただ、3D プリンターとかなんか機械の使い方を説明するだけでなく、私にもできたっていう喜びを一緒に感じてもらえる場にしたいと思っています。3D プリンター買った方はこれからハロウィーンやクリスマスといったワクワクするシーズンがやってきます。3D プリンターでオーナメントを作ったりプレゼントを手作りしたり、あなたのアイデア次第で、形にできる最高の季節かなと思ってます。そして、できた作品を、ベースとかエッジなどで販売してみるのもすごく楽しいかなと思ってます。ちなみに私はお店だけ先に開いて商品がゼロのままなんですけれども、でもいいんです。またちょっとずつでも
作ってみようとかやってみようっていう気持ちが何より大事かなと思ってます。もう早く商品並べたいなと思うんですけど。で、もしあなたがちょっとやってみたいなと思っているなら、今日がその第一歩になるといいかなと思っています。一緒に 3D の世界を楽しみながら少しずつ形にしていきましょう。じゃあまた。